どうもチャンネル鉄道キッズようこそ鉄道キッズです。さあ今回は先日の予告通りこれ伝説のラジコンザ・サムライ 4WD を作っちゃいます。この令和の時代にザ・サムライの見組み立てを一から作っていくところなんてなかなか見れないですから、今回は永久保存版です。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ丸井さんの10分の1電動ラジオコントロールカーレーシングバギーザ・サムライ 4WD。 1985年といえばあの名車京商さんのオプティマやタミヤさんのホットショットなどが登場したのも1985年でした。当時の定価は15,800円。オプティマやホットショットが2万円台だったことを考えると、当時4駆のバギーでこのお値段は割とお求めやすい方だったんじゃないでしょうかね。それでもやっぱりホーネットやグラスホッパーなんかと比べるとだいぶ高いですから、当時のちびっ子たちからするとちょっと手の届かない憧れのラジコン。そして非常に人気もありました。なんせもう見た目このデザインめちゃくちゃかっこいい。正直ね、当時私が読んでたラジコンの本によると、走りの性能ではオプティマには到底及ばなかったと。でもそんなことは関係ないっていうぐらいかっこよかったんだよな。そして模型的な目線で見てもタミヤさんのホットショットには及ばない。とにかくよく聞くのが壊れやすい。これはちょっと致命的な弱点でもあるんですが、でもかっこいい。見た目はかっこいいんだけど走りはそんなでもなくて壊れやすい。なのにすごい人気があるんだよね。多分希少価値的なところもあるんじゃないかな。タミヤさんはもちろん京商さんと比べても当時売ってるとこがすごく少なかった。私もね、この年になって現物を見るのは初めてなんですよ。そもそも丸井さんがね、ラジコンのバギーからは早々に手を引いちゃいましたから。特に10分の1のバギーに関しては丸井さんはザ・ハンター、ギャラクシー、ギャラクシー RS、 そしてこのザ・サムライ、忍者、将軍、この6台ぐらいじゃないですかね。当時かっこいいなと思ったけど見たことない。そして復刻版もない。で今後も復刻版が出ることはない。そのあたりも人気の要因の一つなんじゃないでしょうかね。ある意味伝説のマシンと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そんなザ・サムライを今回自分の手で作ることができるわけですから、いやマジでこんなに嬉しいことはないですね。今後再販もありませんので、市場からはこれからどんどん減っていく一方なんでね、気になってた人は今回ぜひじっくりと見ていただきたい。あとこの手書きの箱絵もマジでかっこよすぎですよ。このチャンネルではね、よくコレクターの方なんかにコメントいただくんですよ。これを作っちゃうなんてもったいないと。コレクターの方がそういう風に考える気持ちは分からなくはないんですよ。ただモデラーの私からしてみると、これが目の前にあるのに作らないなんてもったいない。というわけで歴史的資料として後世に残すのは他の誰かに任せるとしてザ・サムライ制作開始です。さあ画角に収まりきらないんですが、箱を開けてみましょう。オープン。うわー、出たー。はい、こちら説明書。そして中のパーツめちゃくちゃ綺麗。当時のまんま残ってます。ほらステッカーの状態もいいですよ。このセロハンテープの状態を見れば分かる通り、かなりの年月が経ってますので多少の劣化はあるかもしれませんが、
でも特に特別なことをしなくてもこのまま使えるんじゃないでしょうかね。全然黄ばみもありません。ポリカのボディもこんなに綺麗。いや、外箱の状態を見た時にかなり綺麗な方なんですが、多少焼けが見られましたので、コレクターの方がコレクションとして保存していたものではないなと思っていたんですが、それにしては中の状態が非常にいい。この丸いって書いたタイヤがかっこいいんだよね。オイルも使えそうな感じはしますが、さすがにこれは新しいものを入れましょうかね。あとザ・サムライといえばこれがかっこいいんですよ。丸井さんのロゴが入ったダイキャスト製のヒートシンク。ほら、パーツも綺麗。これ一回も多分出してないな、外に。はい、ドライバーさん、すごい。ヘルメットと中の顔別パーツなんだ。結構いろんなところに丸井さんのロゴが入ってるんですね。それだけ当時丸井さんがこのザ・サムライに力を入れていたってことでしょうね。当時主流のチェーンドライブですね。この辺り実車ありきの模型ということにこだわるタミヤさんのホットショットなんかはシャフトドライブでしたね。確か丸井さんもこのザ・サムライの後に出たザ・忍者の方はシャフトドライブだったんじゃないかな。これ車体がね、黒とこの白のツートンになってんのもかっこよかったんだよな。ただこの白の部分、私がイメージしていたよりも結構グレーなんですね。白というよりはライトグレー。真っ白だとは思ってなかったんですが、思ってた以上に濃いグレーです。ガイアノーツさんの塗料でいうとニュートラルグレー1ぐらいのイメージだったのが、実際見るとニュートラルグレー2か3ぐらいの色。こうやって箱にホッチキスで留めてある自体がちょっと懐かしいよね。こちらはビスやナット、そしてグリスなどが入った袋ですね。まだ全部のパーツを確認したわけではありませんが、この感じを見るにおそらく全てのパーツ揃った完品状態。いやー、ありがたい。前の持ち主さんありがとうございます。いや、ほんとね、パーツに欠品あったりしてももうパーツないですからね。ヤフオクなんかでジャンクで出品されてるのを購入してパーツ取りをする、それぐらいしかもうパーツを揃える手段がないんですよね。故障が多いとは聞いておりますが、それでも最初はね、完全に全て純正のパーツで走らせてみたい。一応ね、こういうスペアパーツリストだったり部品請求権なんかもついておりますけれども、今部品請求しても丸井さん取り合ってくれないでしょうからね。はい、1985年の11月、もう40年近く昔のラジコン。説明書に載ってるプロポのイラストがもう時代を感じます。このグリスは復刻版のオプティマに入ってたやつですね。だいぶ余っちゃってるんでね、これも使っていきましょう。大丈夫だよね。白のパーツ番号見えねえ。やっぱギアボックスってワクワクするよね。かっこいい。この間にシルバーの板1枚挟まってるだけでめちゃめちゃかっこよくなるよね。こちらピニオンギア、高トルクタイプとハイスピードタイプの2択なんですが、今回はとりあえずハイスピードタイプを選択しました。はい、モーターは540モーター、
ってると信じます。説明書通り組んでいってるんですが、どう考えてもこのピニオンギアの芋ネジが後からじゃ止められない。一回このギアボックスを開かないとダメかな。モーターに取り付けるダストプルーフバッグ、もうこんなんなっちゃってます。さすがにこれは使えない。まあこれは後からでも取り付けられるので、新品を買ってきて後々付けようと思います。ギアの噛み合わせを付属のシートで調整します。ここで説明書の手順に従ってモーターの動作確認をします。大丈夫そう。続いてフロントデフの組み立て。さあアームを組みまして、ちょっと車っぽさが見えてきましたかね。ただここまで作ってみての正直な感想、結構組みづらい。まあその辺はタミヤさん、京商さんと比べるとラジコンバギーの経験値が丸井さんはちょっと少ないからなんでしょうかね。ここの部分、このシーリングでこうやって固定なんですけど、これだけなんだ。なんか心もとないな。大丈夫なのかな。簡単に外れそうな気がしてしまうんですが、まあ大丈夫なんでしょう。ほら、だいぶ形が見えてきた。ちょっと途中チェック。大丈夫ですね。ここの部分のビスの締め具合でチェーンの張りを調節する。面白い機構ですね。まあ構造的には面白いんですが、その分やっぱり耐久性が心配になりますね。続いてオイルダンパーを組み立てていきます。ダンパーオイルはタミヤさんのこちらにします。どれぐらいがいいのか全然わかんないので、ミディアムの真ん中、もう真ん中の真ん中のやつを使います。フロントが1本でリアが2本。オイル注入。さあダンパーできました。ちょっとごめんなさい。私完全に全て純正のパーツで仕上げたいと言っていたと思うんですが、ちょっとね、今回のために用意したプロポ、こちらちょっと古いものでね、三和さんの M603 というものなんですが、こちらがね中古で買ったんですが、どうにも動きません。ですのでキットについていたこちらのスピコン、こちらもねちょっと私の持っているプロポで動くものに置き換えようと思います。さあいろいろトラブルはありましたが、なんとかここまでできました。あとはボディとドライバー人形を塗装したら完成です。さあボディ何色にしますかね。まあオーソドックスに赤もいいんですが、どうせだったらオリジナルカラーにしたいなっていう気持ちもあるんですよね。ドライバーフィギュア塗ったんですけど、ちょっとアンプが邪魔でまっすぐ入らないですね。なんか斜めになったりとかしてちょっとかっこ悪いんで、ドライバーフィギュアはなしにします。ボディのカラー迷ったんですが黒にしました。これもまた渋くてかっこいいんじゃないかなと思います。というわけでついにザ・サムライ完成しました。
いやかっこいい、めちゃくちゃかっこいい。色はねスタンダードな赤じゃなくて黒にしてみたんですが、自分の中では大正解。なんかボディ黒の方が侍っていう感じがするよね。そして赤の部分がより強調されて差し色が効いてる感じになってます。こうなってくると動いてるところ見たくないですか？ちょっと電源入れて動かしてみましょう。どうですか、40年近く前のラジコンでもちゃんと動きます。でもやっぱり走ってるとこ見たいよね。大丈夫、もう走らせに行く計画は立ててます。ザ・サムライの走りは近日公開、お楽しみに。というわけでザ・サムライの制作見ていただきました。いかがだったでしょうか。まず最初に使おうと思ってたプロポ三和さんの M603、これが使えなかったのがちょっと残念。このプロポめちゃめちゃごつくてかっこいいんですよ。ただ今回はね使えないと思った瞬間にすぐ諦めました。っていうのもその時すでにラジコンマガジンさんの方から壮行会へのお誘いがあったんですよ。まあ実際に走らせるとなるとどうしてもね昔のプロポじゃ他の人に迷惑がかかっちゃったりしますんでね。なのでスピコンとアンプは、新しいものに乗せ替えました。さあこのザ・サムライが一体どんな走りを見せてくれるんでしょうか。その壮行会の様子も動画撮影させていただこうと思っておりますので、ぜひ楽しみに待っててください。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。